Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Hey everyone、大会まで残り8週間になりました。で、この時点ではルーティンがかなり安定してきてて、仕事面とか私生活でも忙しさはあるんですけど、特に睡眠、そして食事、そして運動のクオリティ、そこに一番フォーカスを当てて、もう8週間先にあるプロ戦に向けて、もう全身全霊っていうか、それしか考えてないっていうか、去年のオリンピア終えてから、すぐに、増量に入って、今までの増量の中でも一番集中力を切らさずにっていうか、モチベーションにかけることが一切なくて、今回はモチベーションに頼るとかじゃないんですけど、その目標が今まで以上に明確に見えて、自分が今年何がしたいのか、ただプロ戦に勝ってオリンピアに参加するだけじゃなくて、しっかりもうアメリカの土地でアメリカで優勝して、そのままオリンピアでトップ10っていうのが目標でもあり、ずっと増量の間も、減量が始まった今でももうずっとそれをイメージして確実に見えているので、今年はそれを実現させたいと思っています。それが今回のカウントダウンシリーズのテーマっていうか、そんなチャレンジを皆さん最後まで一緒に楽しんでいきましょう。今から2食目を作ります。最近これ買ったんですよね。このなんていうんだろう、低温調理器、Amazon で5、6千円ぐらいで買えた。今から作る料理が竹本プロに教わったやつで、ベースにはこのベトナムのフォーを使って、そしてタンパクにはこちらのレボプロの冷凍卵白、そして、卵丸ごと1個、これを68度の水に入れて、2、30分置いときます。2食目のタンパクは卵だけじゃなくて鶏胸も使うので、ちょっとこっちの準備もします。竹本プロ風のフォーをさらにちょっとカニキン風にアレンジしたやつですね。今回はキノコ類を細かくとりあえず刻んでおいて、鶏胸を 100g 塩コショウをまぶしてハンバーグにします。このハンバーグのコツはちょっと小さく、なるべく薄くする。そしたらもうちょっとカリッと美味しく焼けます。パクチーをボウルに入れて、そしてこのもともとできているこのフォーのスープ、これ全部使っちゃうとちょっと味が濃すぎるので、ちょっと薄めにします。で、残りはこうやって取っておいて、後で鶏胸とかにかけるとベトナム風の鶏胸ができて美味しい。これはちょっとつけときます。僕が8年間ずっとストイックな食事を続けられている理由の大きな一つが、ただ単にレパートリーの広さ、いろんなメニューとかをこなして、飽きないように、すごく食事飽きやすいタイプなんで、このボディビルの競技で本当にこの安定さが重要で、継続とか、その中でやっぱり食事1日6食をしっかり自分が決めたマクロ要素でカロリーでしっかり取るっていうのが、多分ほとんどの選手にとっては一番大きなチャレンジだと思います。とりあえず今作っているのはめちゃくちゃ食べやすくて美味しくてマクロも優秀でおすすめです。このボウル1個でなんとタンパクが 50g 以上取れて、炭水化物も50ちょっとで、脂質が7ぐらい、めちゃくちゃ美味しい。でもちろん低温調理器のパワーによってこの卵白自体がスープになってるんで、スープは全部飲む。これはもう本当に天才的な美味しさです。トレーニング中のドリンクよく聞かれるんですけど、正直ここ5年間何も変わってないです。入れるものは、でも一応久しぶりなんで少し見せようかな。イントラワークアウトのベースにするのがこの EAA とカーボリン。リフトが最近 EAA を出し始めて、すごい助かってます。
内容がすごくいいんですよね。EAA にこだわる人は、このリフトの EAA すごくおすすめ。今のところは2つのフレーバーが出てて、僕はこのアストレオラの方が好き。自分の感覚的にはちょっとこれは甘い方に寄ってるんですけど、なんか次のフレーバーも少し酸味があるやつ出していってるんで、すごい楽しみ。で、カーボリンを 30g。トレーニング中って、かなり食事と食事の間時間が空くので、こういった EAA とかカーボパウダーすごく大事です。で、他にもこういうグルタミンとかクレアチンとかベータアラニン、シトルミン、マレート必ず僕がトレーニング中に飲んでいるもの。ここ5年間何も変わってない。皆さん気づいてるかもしれないですけど、僕はプレーワークアウトは取らないですね。要するにカフェインとかそういうものが入ってるやつあんまり必要としないっていうか、トレーニングの間あんまりピリピリしてても自分的にはパフォーマンスが上がらないし、カフェインは正直大会の4週間前ぐらいからちょっと本当に体がだるくなり始める時ぐらいにカフェインを使い始めて、最後乗り越えるみたいな感じ。個人的にはプレワークアウトを買うぐらいなら、先にこういうものを揃えて、トレーニング中に飲んでた方が、体感はいいです。パンプ感とか。結局これがトレーニング中に飲むもので、こっちの方に、毎日のケアのサプリ。これはもう人それぞれニーズが違うと思うんですけど、ちょっと面白いものだったら、この、なんて発音するかもわかんない。フォスファティデルセリン。これちょっと、メンタル的にちょっとだるい時とかは、これ結構脳の活性化、頭良くなるやつです。ビタミン C は定番のやつで。あとは面白いので言ったら、こっちも結構定番ですね。ビタミン D。これは消化のために。ジンジャールート。トレーニング中のお腹のむくみとか、だるさが好きじゃないんで、ジンジャールートも取って、あとは定番かな。MK7 とか、ボスウィラとか、NAC とか、シマリンとか。正直こういったサプリとかは優先順位的には食事よりも低いんですけど、こういうサプリとかを利用することによって、1% でも良くなるんだったらもう本当に大歓迎っていうスタンスなので、こういうのもサプリメンテーションもすごく大事にしてます。自分の中ではすごい大事です。トレーニングの時間です。今日はチェストデー。チェストはかなり今回強化してきた場所で、それが今日のトレーニングで少しでも見せられたらいいなと思ってます。今日は胸をベースにしたワークアウト、プラス肩を2種目ぐらい。このシーズンのトレーニングのテーマは、効かない種目はやらないっていうか、どの体の部位を当てるにしても、たくさんチョイスがあるじゃないですか、種目的に。で、今の僕の筋トレ人生歴の中で、もう9年目ぐらいに入ってて、いろんな方とトレーニングをやってみた、いろんな種目を試してみた、いろんな種目も極められた。その中で自分に一番合った種目をチョイスして、要するに自分の 100% 出し切れる種目だけを選ぶ、そういうシーズンです。100% 効かない種目を無駄にやろうとするような、そんな今余裕は今ないので、めちゃくちゃ効く種目しかやらないから、疲労感もすぐに入ってくるというか、なので種目数は今までやってきた種目数よりはちょっと若干減ります。1回のトレーニングに8種目とかじゃなくて、6とかで終わったり、多い時は8とかやる時もあるんですけど、結局まとめ的に自分に合った種目をチョイスして、やってます。ジムのアップデートなんですけど、ダンベル、60キロまで揃えました。だから強い子たちもどんどん金金ジムにおいで、60キロまであるから僕は60キロまでやらないんですけど、皆さん強いんで
今のコンディションをちょっと見ようか。8週間前にしては悪くないっていうか、スケジュール通りっていうか、最近なんか天気が悪かったりして、なんか体調もなんか天気と一緒に動いちゃうタイプなんですけど、トレーニングの時だけはそういうなんか不安とか疲れとかも全部ぶっ飛ばすようなもうメンタルに入るんで、もちろん食事とかトレーニングとかそういうのは全部、自分でやらないといけないんですけど、こうやって自分のボディビルの環境がすごい整ってるのはもちろんいろんな方が、支えてくれたりとか応援してくれたりとかで、結局ステージに上がる自分っていうのはもうその全部が合わさった完成品っていうかそういうものなので、引き続き皆さんの熱い応援、期待してますよ。っていうかまだトレーニング終わりじゃないんで、これがとりあえず今の、腹筋がやや出始めて、サイズは比較的、今年は残せるかと思うので、あとはサイズとか関係なく一番大事なのはシンメトリー、バランスなので、去年のバランスをさらに上回るフィジークを、見せられたら、プラスディテールをさらに増したフィジークを今年は見せられたら、自分がイメージしているのは本当にオリンピアのトップ10だけ。去年そのプレジャージのステージには立てた、でもファイナルステージに上がれなかった。今年はもうファイナルステージに上がることを日々想像して、結局僕の大好きな格闘選手のコナー・マクレガーが言ってたんですけど、頭の中で想像できてそれを言葉に出す勇気があれば、必ずそれを実現する。それを本当に自分も信じてるんで、やっとここで僕はトップ10って宣言する勇気がある。この発言っていうのは適当に言ってるわけじゃなくて、自分が費やした努力からできた自信なので、去年はトップ10に入りますとかって全然言えなかった。でもさらにハードワークで今年はトップ10に行きます。トレーニング終わりですっていう感じで、カウントダウンシリーズが今回は8週間前から、始まりました。今回は本当に増量の月からもうすごいテンション高くっていうか集中してできてて、それが理由でちょっと早めにカウントダウンを始めたいと思って、皆さんでぜひこの、旅っていうかこのストーリーを引き続き一緒にお楽しみください。もう何が起こるかわからない、だからこそ楽しい。来週のカウントダウンでまたお会いしましょう。Work hard, see results, thanks for watching, I'll see you again soon.